はい、セリカさんです。今回は HG グレン晴天8極式を制作していきます。このプラムにガイアノーツのアルカナピンクゴールドを実験しながらメタリック塗料で全塗装していきます。この塗料を見た時にピンクなのかゴールドなのかレッドなのかよくわからないので試してみました。正直この塗料を見た時にこの画像を思い出しました。それでは早速やっていきましょう。このプラモのパーツを見た時に驚いたことがあるので紹介します。一部のパーツがすごく光沢感のある見た目になっていました。最初に見た時に光沢クリアがすでに塗装されているのかと勘違いしたくらいすごい光沢感です。正面から LED ライトを設置して撮影していますが、その LED がしっかり反射して映っています。パーツの形状のせいで分かりにくいですが、肉眼だとすごくはっきりと確認できました。関節とダークレッドのパーツはガンプラと同じような普通のパーツでした。プラムに塗装する前にアルカナピンクゴールドの塗装実験をしておきます。ランナーのタグをテストピースとして使用しました。それぞれ下地として光沢のホワイトとブラックを塗装していきます。これら以外にも下地にできる色はたくさんありますが、一番基本だと思う色で試しました。どちらも何回も重ね塗りをして元のパーツの色がわからなくなるまでしっかりと塗装しています。次にアルカナピンクゴールドを塗装します。これもさっきと同じようにしっかりと発色するまで重ね塗りをしています。塗装していた時にも考えたのですが、明らかにレッドなのになんでピンクゴールドって名前なのかさらに疑問が深まりました。また下地なしの場合も確認のためにしておきました。それでは結果を見てみましょう。左から未塗装、下地なし、下地ホワイト、下地ブラックの順番で並んでいます。下地の影響がそこそこあるようで、ブラックの下地だと暗い見た目になっています。逆にホワイトの下地だと明るい見た目になっていて、ブラックと比較すると両極端です。下地なしはその中間で意外とバランスがいい見た目です。もしかすると下地はレッド系がいいのかもしれません。この実験から今回は下地なしで塗装していきます。実験が終わったので塗装前に仮組み状態を確認しておきます。さっきも解説しましたが、レッドとオレンジのパーツがすごい光沢感があるので、素組みでも普通のプラモとは違った見た目になります。ガンプラでも仮組みでここまで光沢感が出るものは見たことがないです。逆にダークレッドは普通のパーツなので見た目にいいギャップができています。関節のパーツはブラックで、右手のパーツはグレーとゴールドのパーツで構成されています。エナジーウィングの素材はペットで柔らかいです。なので折らないように注意が必要です。軽いグラデーション塗装がされているので、このまま使用しても十分にかっこいいです。それでは確認が終わったので分解して塗装作業をしていきます。最初にゲート処理をしていきます。このプラモのゲート跡はほとんど目立たないようになっているので、ガラスヤスリで簡単に作業していきました。もちろん目立つゲート跡もありましたが、それもこのガラスヤスリで処理しています。それに珍しい表面なのであまり影響がないようにガラスヤスリでピンポイントにやりたかったという理由もあります。表面がすごく綺麗なのでガラスヤスリでやると跡が目立ちやすいです。ほとんどパーツの端っこだし、このまま塗装すると決めたので今回は気にせずこのまま塗装しました。ヤスリ跡が気になるならサーフェイサーなどで傷を埋めてから塗装した方がいいです。ついでにゲート処理ではないですが、胸のクリアパーツを取るためにドリルでパーツに穴を開けました。このクリアパーツは埋め込み式で取れなくなったのでこのようにしています。後で取りやすいように軽くはめ込んでいたのですが、いつの間にか奥まで入ってしまって取れなくなりました。クリアパーツの裏にシルバーを塗装する予定なので、この穴は後で見えなくなります。ゲート処理が終わったら持ち手にパーツをつけて塗装していきます。さっきも言いましたが、目立つゲート跡が少ないので1時間ぐらいで作業が終わりました。明るいレッドのパーツはアルカナピンクゴールドで塗装していきます。ほとんど同じような色なので変化が分かりにくいですが、見た目の質感は変化しています。希釈は塗料と薄め液が1対 1.5 ぐらいを目安にしていますが、目分量でやったのでかなり雑です。エアブラシは口径 0.3mm でやっていますが、特に目詰まりしないで全部塗装できました。パーツを比較してみます。未塗装と比較すると明らかに見た目が変化しています。すごくいい色ですが、本当になんでピンクゴールドっていう名前なのかだけが疑問です。あとは同じようにレッドのパーツを塗装していきました。右手のグレーのパーツはプレミアムチタンシルバーで塗装しました。この塗料は値段が高いですが、その値段に見合ったいい色をしています。元のパーツの色も悪くないですが、今回はメタリック塗装なのでもっと派手な見た目になるようにこの塗料を選びました。ちなみにクリアパーツの裏面にもこの塗料を使っています。このパーツの見た目を良くする目的と、このパーツを取るときに裏に穴を開けたのでそれを見えなくする目的で塗装しています。
あとこのパーツは後で蛍光塗装もしますが、それは後で紹介します。ランナーのタグとの比較ですが、かなり見た目が変化しています。元のパーツは見ようによってはシルバーにも見えますが、メタリック感がほとんどないため、塗装してメタリック感をより出しました。右手しかこのパーツは使われていなく、パーツ数も少ないので、どうせなら高い塗料を使って遊んでみました。同じ系統の塗料でプレミアムブリオンゴールドを右手の爪のパーツに塗装しました。この塗料も値段が高いですが、見た目がいい商品です。この塗料はさっきのシルバーと同時期に発売された塗料で、兄弟的な立ち位置の商品だと思います。元のパーツと比較してみますが、実は元のパーツも結構いい色をしています。正直塗装しなくても十分な見た目だと思ったのですが、シルバーと塗料を合わせるために作業しました。今回はパーツに直接塗装しましたが、おすすめの下地を使った実験動画もあるので、より詳しく知りたい方はコメント欄のリンクからご覧ください。関節などのパーツはスターブライトアイアンで塗装しました。元のパーツはメタリック感がなく、普通のブラックのような見た目だったので、重厚感のあるこの塗料を使いました。これらのパーツは意外と目立つような箇所に使われているので、しっかりと塗装しておきました。これも比較してみますが、かなり雰囲気が変わります。ブラックのメタリック系塗料は意外とそれぞれ見た目が違うので、いろいろ試してみるのも面白いです。ダークレッドのパーツはパールローズディープレッドで塗装しました。この塗料はバーチャロンのプラモ向けに作られた商品です。どうでもいいですが、バーチャロンって言葉を久しぶりに言いました。もう何年新作が出てないのか分かりませんが、いつか新作が発表されるといいですね。塗装比較になりますが、元のパーツの色をメタリックにしたような見た目になりました。元のパーツの色も独特で、あまり見ないような色なので面白いですが、この塗料を使うことでより面白い見た目になりました。オレンジのパーツはクリアシルバーで塗装しました。この塗料は薄いシルバーといった感じで、下地の色を変化させにくいです。それでいてパール塗料とは違ってメタリック感を出すことができます。このパーツはもともと表面が綺麗で、これを活かした方法で塗装したかったので、この塗料を使いました。比較してみると、元のパーツはライトがくっきりと反射するぐらいの表面ですが、塗装した方はクリアシルバーのおかげでメタリック感が出ています。代わりに表面がボケたような見た目になりましたが、最後に光沢トップコートをするのである程度は戻ります。クリアガンプラにこの塗料を使った実験動画があるので、コメント欄から確認してください。ここからは軽く蛍光塗装をしていきます。まずはダイソーで購入した水性蛍光ペンを使ってエナジーウィングの縁を塗装します。5色入りで110円なのでかなりお得な商品です。エナジーウィングはペット製で作られていて薄いですが、それなりの厚みがあります。そのおかげでこの縁を蛍光ペンでなぞっていくだけで簡単に塗装できます。今回は目立ちやすいようにレッドを使っていますが、他の色でも同じように塗装できます。こういう作業の時は太い方のペン先を使った方が作業がやりやすいです。パーツの縁を塗装しているのでほとんど目立つこともありません。ブラックライトを当てたら塗装したところが発光してくれます。ブラックライトは波長が365ナノメーターの商品を使用しています。エナジーウィングがブラックライトを反射して見えにくいですが、縁がレッドになっているのがわかります。エナジーウィング自体は綺麗に色がついていますが、少し手を加えたかったので簡単に蛍光塗装しました。もし塗料を落としたいときはマジックリンを使えば簡単に落とせます。映像では綿棒に含ませて塗料を落としていますが、ティッシュでもマジックリンを含ませれば落とせます。ミスをして違うところを塗装した時などはこの方法で綺麗にできるので、ミスを気にしないで作業できます。塗料を落とした後は一応ブラックライトを当てて確認します。さっきはレッドに発光していましたが、塗料を落としたので発光しなくなりました。他の色もこの方法で落とせるので、いろいろ試して自分好みの色を探すこともできます。今回はレッドを使うので、この後再度同じ蛍光ペンで塗装しました。次に武装のひし形部分を塗装します。ひし形部分だけ塗装するので、先にマスキングをしておきます。実はこの部分に貼るシールがあるのですが、今回は使わないで塗装します。私は不器用なので、こういう小さい箇所のマスキングは本当に苦手です。特にただ貼るだけでなく、映像のように切って形を調整するようなマスキングはなるべくやりたくないです。パーツ分割が細かいプラモは不器用な人にとっても助かります。マスキングが終わったらプレミアムチタンシルバーを先に塗装します。この後塗装する蛍光塗料がクリア系なので、キャンディー塗装の見た目にするためです。それに下地もブラックなので、そのまま塗装すると色が発色しにくいという理由もあります。小さい箇所にエアブラシで塗装するのは面倒なので、筆で簡単に塗装しました。シルバーが乾燥したら蛍光イエローグリーンをエアブラシで塗装します。さっきは筆でやったのになんでエアブラシを使っているのかと思
思われるかと思います。クリア系塗料は筆だと綺麗に塗装するのが難しいのでエアブラシを使いました。でもこれくらいの塗装範囲なら筆でもそこまで問題はないです。クリアパーツも同じ塗料で塗装したので、そのついでにさっきの箇所もエアブラシでやりました。ちなみに当然のように蛍光塗装していますが、実はこのパーツがブラックライトでもともと発光するのか確認するのを忘れていました。もしかするとこの作業は必要なかったかもしれません。ブラックライトを当てて発光具合を確認します。普通に塗装しただけなので特に問題なく発光してくれました。このパーツは普通に作業しただけなのであまり心配していませんでした。問題はこっちのパーツの方です。特にマスキングがちゃんとできているのか心配でした。全部ラッカー系塗料なので、もし余計な箇所に塗料がついていたら修正するのが面倒になるからです。こういう時に塗料の種類を分ければいいのですが、クリア系の蛍光塗料はこれしか持ってないので一発勝負でした。ブラックライトを当てて確認してみます。ひし形の部分は問題なく塗装できていました。他の部分が発光しているのはマスキングを剥がす時に乾燥した塗料が剥がれてこのパーツに乗っているだけです。払えばある程度落ちるので問題はありません。背面のミサイル部分は水性のメタリックレッドで塗装しておきました。でもこの部分は上に蓋があるのでほとんど見えないです。もし塗装に失敗してもマジックリンでこの塗料だけ落とせます。なのでこういう細かい塗装をする時に向いています。こういう細かい箇所でも塗装するのとしないのでは印象が変わります。蓋をしちゃうので全く見えなくなりますが、こういう一瞬の楽しみのために塗装するのもいいもんです。ちなみにミスはなかったのでマジックリンで塗料を落とす必要はありませんでした。ここまで終わったら組み立てて最後にトップコートをするだけです。ここでセリアで購入したプラモ用艶消しマーカーを簡単に実験してみます。セリアには他にもメタリックマーカーも売っているのですが、まさかこんな商品まであるとは思いませんでした。タイヤのパーツをこのマーカーで塗ってみます。このパーツにはピュアブラックを塗装済みで光沢感があります。マーカーなのでそのまま塗るだけですが、先端が細いので少し塗りにくいです。あまりこういうパーツを塗るのには向いてない形状をしています。比較のためにクレオスの水性艶消しクリアをもう片方のタイヤパーツに使いました。パーツも小さいのでこちらは筆で簡単に作業しました。スプレータイプも持っているのですが、さすがにこれだけのために使うのはもったいないのでやめておきました。比較すると結構見た目が違いました。艶消し具合で言うと艶消しマーカーの効果が強いようで、かなり艶が抑えられています。マーカーで塗った箇所にすりガラスのフィルムがついているような感じの見た目です。ただやっぱりペン先のせいで塗ることが難しいので隙間ができています。それと別の問題もありました。ものすごく塗膜が弱いのか簡単に剥がれます。少しこすったり触っただけで塗膜が剥がれてくるのでびっくりしました。逆にクレオスのクリアの方はこすっても剥がれる様子がありません。このマーカーはこのような欠点はありますが、110円だし触らない箇所に使えば便利です。他のパーツは光沢クリアで塗装しました。近所のセリアには光沢のプラモ用マーカーはなかったのですが、艶消しが出たなら光沢も販売しそうです。個人的にはペン先をガンダムマーカーみたいにするだけでかなり利便性が上がると思っています。クリアが乾燥したら組み立てて完成です。それでは完成品を見てみましょう。と思っていたのか。実は塗装したことでパーツの噛み合わせに問題が起きました。肩のスラッシュハーケン部分なのですが、塗膜の厚みで動かなくなりました。パーツを入れる時から若干きつかったのですが、なんとかなるだろうと強引に押し込んでしまいました。まずはパーツを取らないといけないのですが、めちゃめちゃ硬くて普通に取るのは無理でした。なので中央に割り箸を刺して、それを左手で押しながら右手で力いっぱい引き抜きました。ちょうどいい太さの棒を見つけるのに苦労しました。分解できたら塗膜を削っていきます。ラッカーの薄め液で塗膜を溶かしても良かったのですが、何かの拍子で他のところも塗料が剥げると面倒なので、小回りの利く金属ヤスリで作業しました。削りすぎると今度はパーツが固定できなくなるので、少しずつ削っていきます。作業が終わったらパーツを組み付けて確認します。あまりこのような問題は出たことがなかったので油断してました。パーツ同士が噛み合う部分はちゃんと確認してマスキングしておかないといけないですね。問題はここだけだったので、もう一度組み立てて完成です。今回はアルカナピンクゴールドの実験のためにグレンを作ってみました。実際に塗装してもやっぱりピンクでもゴールドでもないと感じました。アルカナピンクゴールドはメタリック塗料ですが、派手な見た目というより落ち着いた印象の塗料でした。エナジーウィングは組み替え式で取り付けます。
先にカバーになっているパーツを取るのですが、全塗装をしていると塗装を剥がしちゃいそうで本当に苦手です。特にカメラ越しでやっているので、私の不器用と合わさってものすごく作業しにくいです。カバーが取れたらエナジーウィングを取り付けます。これは穴に入れるだけなので簡単です。ちなみにこれからはこの状態で飾るので、塗装したさっきのカバーは用済みです。エナジーウィングをつけると一気に派手な見た目になります。デスティニーガンダムとかみたいにこういう背面から出てるエフェクトが好きです。復活のルルーシュ以降のコードギアス作品は見てないのですが、こういうタイプのナイトメアがあるといいですね。ブラックライトを当てると蛍光塗装したところが発光してくれます。今回はそんなに蛍光塗装をしていませんが、だいたい狙ったような感じになってくれました。ホコリが反応して青い点のようになっていますが気にしないでください。撮影前に部屋を掃除しましたが、逆にホコリが舞っちゃったのかもしれません。それではこの動画を終わりにします。このチャンネルではガンプラをメインにいろいろな実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。